どうも皆さん、カイトです。ベルを片手に島を救う物語、アヌチャードをご存知でしょうか。こちらは2022年4月21日に任天堂スイッチと Xbox、2022年4月22日に Steam でリリースされました。早速街の発展をマックスにしてクリアしたんですけど、現代版 2D レトロアクションでしたね。ベルという武器一本で敵を倒しながらのギミック突破、さらにはダンジョン内アイテムを回収しての村の発展要素などすごく面白かったです。今回はアヌチャードというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、パズルギミックもプラスされた 2D ローグライクアクションです。ベルウィルダーとしてベルに選ばれた少女がダンジョン内に潜って攻略していくという探索もの。武器はベル一つであり、こちらをブンブン振り回して駆逐していきます。攻撃としては弱攻撃連打コンボから相手を吹き飛ばしての強攻撃の2パターン、そして回復としてはベルから花の芽を地面に植えることで咲き、一定時間の自動回復という感じになります。ちなみにこちらが体力ゲージで、こちらが花を咲かせる回復ゲージですね。身体バフとしてはダンジョン内に入る前にある村のムトゥーのキッチンで食事を取ることで強化できます。具材の組み合わせによって効果が違うんで、自分なりのベストバフをかけて挑むのが吉。ダンジョン内では永続効果ですが、脱出するとバフが外れるので注意してください。メメントを手に入れることでダンジョンが解放されていき、挑む前に取れるアイテムをしっかり確認できるんで、個数を把握しておくのを忘れずに。サブクエストもしっかり実装されてるんで、ちゃんとこなすと変にアイテムをコレクションとかできちゃったり。ざっくりと説明するとこんな感じです。次にストーリーを説明すると、かつてのアヌチャード王国は滅亡してしまいました。王国崩壊から数世代が経ち、生き残った子孫たちが魔法のベル、オードロスベルを持つベルウィンダーになるよう任命して展開されていきます。ダンジョン内のモンスターと戦い、そして行く手を阻むパズルを解きながら、かつての輝きを放つアヌチャードを取り戻すために頑張るっていうお話。そしてこのゲームの魅力になるんですが、1、顔の表情がなくても伝わる 2D ピクセル。メインビジュアルを見た瞬間に、これどうやって表現すんねんと思った方は多いかなと。ご安心ください。こまめな表現とギミックと効果音で補ってきます。キャラ同士の会話でもミニアイコンだったり、キャラ自身の動きが細かく作られているので、表情がなくても十分に理解できるのがこのゲーム。こういった表現を現代版の 2D でも楽しめるのが最高に良かった。特にアヌチャードを復活させるためのガーディアンたちが憎たらしいぐらいの言い回しをしてくるんで、プレイヤーにいい感情を湧き出させてきますね。このエジプトもどき野郎が一番来た。マジで来ました。カラフルな色合いで常に展開されて明るいイメージですが、内容はかなりシリアスなので、そのギャップも良かった。この日本風のところはほんまにバイオブロリーを思い出しましたね。2、ダンジョン内の探索が本当に楽しい。大まかなダンジョンとしては4つであり、1つに 2,3 個のマップが組み込まれているイメージを持つのが良いかなと。この探索は本当に楽しいんですよ。チョコボの不思議なダンジョンのようなローグライクマップで、敵を倒しながらも少し難しいパズルを解いていく、そして街を発展させる、強化アイテムを見つけながらボスに挑むという満足感。強攻撃でバウンドさせてからのさらにバウンド、弱攻撃からのバウンドなど戦い方も工夫できます。花が結構な量で回復するんで、一度もデスすることがないぐらいの難易度でした。3、村の発展が楽しい。ストーリーを進めていくうちに村を発展させられる動乱の作業場ができるんですけど、これがとにかく楽しい。最初は何にもない村などが住みやすい環境になっていた瞬間に、アヌチャードがどんどん復活してきてやんけってなります。ダンジョン内で確実にアイテムを拾ってきて村に投資する、成長した村を見て興奮するというパターンですね。村以外にもベルウィルダー自身を強化するバフもあるんで、次のダンジョンに行くまでに最高強化していくとかなり楽です。こういった遊び要素的なのもクオリティが高い。4、クリア時間は10時間。全アイテムを回収しての村の発展マックスでのクリア時間は10時間ほどでした。サブクエストも全部クリアする予定だったんですけど、2つほど期限切れという時間制限がありましたので注意してください。こちらは掲示板をこまめにチェックして取り忘れを防止すると良いですね。以上になります。ベルを使って石像になった者の魂を救い出すローグライク、アヌチャード。
ご先祖のコミカルなやり取りからの壮絶なシリアス要素、さらにはめちゃくちゃびっくりするラストの展開など余すことなく楽しめる。よければ皆さんもベルウィルダーになって島を救いに行きませんか？きっとダンジョン内のアイテムが見つからない時にマジで発狂してしまいますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。